どうもー、ベルです。今回は、ドゥームス専用、第3世代ヒーローについてやっていこうかなと思います。第3世代ヒーロー、昔までは、230日以上、経過した地域でないと、使えなかったヒーローというところで、分類していたんですけども、つい先日のアップデートで、地域の経過日数に、関係なく、全ヒーロー、使えるようになりましたので、今ある種、第三世代っていう、分類はなくなったとも、言えるんですけども、チュンより後に出たヒーローということで、もう認識されている方も、多いと思いますので、今回は、すなわちジョナサンからですね、ジョナサンから、ビアンカまでを、第三世代として、その中で、誰が強いのか、誰を育成するべきなのかっていうことについてやっていこうかなと思います。実は第二世代の時にも、この企画やりまして、その時と同様に、あくまで、各ヒーロー、サクッといきます。詳細解説並みに、詳しく話しちゃうと、今回はもう8人もいるので、動画時間がもう2時間とかになっちゃうので、詳細解説は詳細解説で、別途投稿させていただく予定ですので、各ヒーローの詳細は、そちらをご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、早速やっていきたいんですけども、本当なんでジョナサンからなんですか？本当言いたくないんですけど、トップバッターが第三世代最弱って、もうめちゃめちゃ私としてはもう辛いんですよ。本当最初にこれだと、第三世代全体が弱く見えちゃうことを、本当に危惧してるんですけども、ちゃんと強いヒーローが、控えてますので、そこはご安心いただければと思います。で、彼なんですけども、簡単に言ってしまうと、カウンターラリー専門のヒーローです。普通の野戦では使えません。で、見張りで落とすときにも使えません。あくまでカウンターラリーを打つときや、相手のラリー部隊を短期で攻撃するときにのみ使うヒーローです。ただ、ジョニーやサンダーのような、その状況に特化してるけども、特化してて、もうその状況だったら、最強クラスっていうわけではありません。正直ジョナサンって別にカウンターラリーでも、使ってもいいけど、無理にカウンターラリーするときに、ジョナサン使う必要って正直ないんですよ。騎兵でラリーしたいんだったら、ベラスベン使った方がぶっちゃけ全然強いですし、射撃だったら、ルイだったりマスタージン。あとはもう、ジュリアだったり、チュンだったり、あとはジョニーですね。そのあたりを使った方が正直全然強いので、でもほんとジョナサンは、トップ司令官からの入手になるんですけども、ほんと使い道がほぼないので、第三世代の中ではもう一番育成優先度としては、低いのかなと思います。同じ騎兵ヒーローの、トップ司令官ヒーローに、スベンがいると思うんですけども、正直、スベンの方が全然強いので、この二人だったら、まずスベンの方を優先して育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、安心してください。この後、しっかり、強いヒーロー揃ってます。というか、次に、ご紹介するヒーローが、最強クラスです。で、そのヒーロー、誰かと言いますと、騎兵ヒーローのエレナですね。エレナは、簡単に言えば、もう強いこと以外書いてないヒーローです。最強、このゲームの、最強ヒーローの、一角の、ルイに対するアンチヒーロー。ルイに対するというか、範囲攻撃ヒーローに対するという言い方が、ぶっちゃけ正しいかなっていう風には思うんですけども、第2スキルがもうめっちゃ優秀ですね。範囲攻撃を大幅にカットすることができます。で、レイジスキル自体も非常に優秀で、持続ダメージのスキルなんですけども、ダメージの総量として見ると、非常に水準としては高くて、そして、第3スキル。こちらですね、すいません。こちらも相まって、攻撃してるときに、かなり高い火力を出せるんですよね。で、これ何を示しているかっていうと、格上の、チュンとルイの、超強い構成に対して、かなり強く戦っていくことができます。ほんと強いプレイヤーの、チュンとルイの構成って、もうほんと手を出しちゃダメなんですよ。
包囲された状況下であっても、その人が強ければ、もう1対5とかでも、もう簡単に、もう範囲攻撃で、殲滅できちゃうポテンシャルが、チュンとルイにはあるので。ただ、このエレナがいることで、格上のプレイヤー相手に、人数でどんどん押していく。この戦い方がかなり、取りやすくなるのかなと思ってます。また、覚醒させると、攻撃力と移動速度が 20% 増加しますので、それも非常にいいですね。これまでのヒーローって、強い人が使うと、そのポテンシャルをさらに引き出して、めちゃめちゃ高いパフォーマンスを出せるヒーローが多かったと思うんですけども、エレナは逆に自分より強い人と戦う機会が多い人が使った方が進化を発揮します。攻撃時にダメージアップと、範囲攻撃に対する耐性っていうのは、自分より弱い人と戦うときには、正直そこまで必要ないものなので、格上のプレイヤーに対する非常に強力な武器となりますし、そもそものスペックがもう非常に高いので、ぜひ育成していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、相方なんですけども、相方は、第二世代ヒーローのベラと、組み合わせてもいいですし、ベラスベンで、組んでる場合は、エレナとキャサリンですね。こちらでもいいですし、さっきかなり、言ったんですけども、ジョナサンですね。ジョナサンを、覚醒までいける方は、もう次の騎兵ヒーローの、実装までのつなぎとして、もう完全に割り切っちゃって、ジョナサンと、組み合わせることも、なしではないかなって思うんですけど、そもそもジョナサン自体が、育成にお勧めできないヒーローなので。あとは騎兵部隊2部隊で使っていくべきかっていう問題だったり、そもそも、どれだけのヒーローを、覚醒までいけるかっていう問題もあると思いますので、基本は、ベラとエレナ。で、騎兵2部隊の方は、ベラスベンプラスエレナ・キャサリン。全ヒーロー覚醒までいけて、なおかつ、騎兵2部隊出す方は、エレナ・ジョナサンでいいのかなと思います。で、エレナは、ラッキールーレットで、入手できるヒーローなんですけども、同じ騎兵の、対抗馬としては、ベラがいますね。で、ここは難しいところではあるんですけども、ベラは比較的早く、デイリーブースターで、購入していくことができますので、ラッキールーレットではエレナを集めていくのがいいんじゃないかなと思います。無課金の方は、難しいところでもあるんですけども、基本はエレナで OK です。ただ、エレナは、覚醒しないと移動速度の問題で、進化を発揮することができないんですよね。なので、先にベラを、バンバン使っていくレベルまで、育成しておくのも、全然選択肢としてはありなのかなと思います。次からは、歩兵ヒーローですね。ただ、第3世代の歩兵ヒーローは、ちょっと特殊です。あくまで、この第3世代に、追加された歩兵ヒーロー、この2人を、組み合わせて使うことが、前提となったヒーローになってまして、歩兵なんですけど、駐屯では使えません。基本は野戦。で、場合によっては、ラリーでも、使えるかなっていうヒーローなんですけども、一人目がエリーで、二人目がロバートですね。で、まずエリーの方から見ていこうかなと思うんですけども、エリーは、シールド付与効果と、カウンターダメージアップ。こちらですね。こちらを持った、非常に守り寄りのヒーローなんですけども、別にシールド効果、これめちゃめちゃでかいわけではないんですよ。あと、歩兵の防御だったり、HP を上げていくことができるんですけども、もう先ほどお伝えした通り、シールドがそもそも2秒間、ということで、係数も2秒間かつ、係数も低いので、このシールド目当てで中トンで使うっていうことはないんですね。じゃあどう使うかっていうところなんですけども、先ほどお伝えしたロバートと一緒に組み合わせて使います。で、ロバートは、シールドによって吸収したダメージの反射スキル。そして、シールドスキル。シールドスキルは、こちらですね。で、そして反撃した時の燃焼効果。
まあ、簡単に言うと、持続ダメージですね。そのスキルを持ってるんですけども、まあ、これ二人合わさって、まあ、普通に優秀なんですよ。まあ、先ほどのエリーの方でまたシールドかけれるっていうところもあって、非常に相性がいいんですけども、先ほどのエレナとは違って、強い人が使えば強い、強い人が使えば強い人が使うほど、強い類の、ヒーローなんですね。これなぜかというと、受けたダメージに対して反撃することがメインのヒーローなので、あくまで能動的に使っていくんではなくて、自動的に使っていくことが前提となるヒーローなので、基本的には、相手から複数から攻撃されても大丈夫な方が使っていくヒーローになるのかなと思います。で、あとは、歩兵って、今は基本的に中東役で使っている方が多いと思いますので、兵装って結構中東の方に寄せてる方が多いのかなと思います。で、そうなると、どうしても野戦の時に、射撃部隊だったり、騎兵部隊のように、使うことがちょっと難しくて、あとは移動速度の問題もどうしてもありますので、この二人を使っていくっていうのは少し難易度が高いのかなと思ってます。ただ、弱いわけではなくて、むしろ強いヒーローです。ただ、使いこなすのは非常に難しいので、育成優先度という面で見ると、そこまで高くないのかなと思います。で、エリーはトップ司令官で入手可能なんですけども、サンダーを、まだ覚醒されてない方は、先にサンダーを覚醒させていただくのがいいんじゃないかなと思います。また、ロバートですね。で、ロバートは、ラッキールーレットで入手可能なので、対抗馬としては、アダットですね。こちらが挙げられるかなというふうに思うんですけども、まあ、ここも本当かなり難しい選択で、まあ、アダットもアダットで、野戦専門ヒーローかつ、これだっていう相方がいないんですよ。なので、本当非常に悩みどころではあるんですけども、まあ、ここは本当正直、好みの問題で、片付けていいのかなと思ってます。まあ、強いて言うんだったら、まあ、アダットは覚醒させれば、非常に強い、野戦の時にめちゃめちゃ活躍してくれる、スキルを、解放することができますので、まあ、覚醒までいける方は、まあ、アダットを先に、取っていただくのがいいのかなと思ってます。では次に、射撃ヒーローですね。ジェイコブと、ジュリアなんですけども、ジュリアは、このゲームで、最強ヒーローの一角になります。ただ、ジェイコブも全然強いので、順番的に先に、ジェイコブを、見ていこうかなと思います。ジェイコブなんですけども、一言で言えば、彼はルイの中トンバージョンです。範囲攻撃を持ってるんですけども、まあ、スキルダメージアップがなかったり、レイジスキルを当てることのできる人数が、3体に、絞られちゃってる、絞られてしまっている代わりに、中トン時の、ダメージアップだったり、あと相手に、攻撃力のデバフを、かけていくことができます。ただ、どうしても、火力という意味で見てしまうと、ルイに劣ってしまうんですけども、まあ、ルイが強すぎるだけなので、全然非常に優秀なヒーローなのかなと思います。で、ジェイコブはトップ司令官イベントで入手可能なんですけども、トップ司令官イベントとなると、競合相手として、ジョニーがいますね。で、ここの判断基準なんですけども、ラリーを打つかどうかなんですよね。ラリーを打つ方だったら、ジョニーっていうのはもう必須レベルのヒーローなんですけども、その一方、ラリーを打たないんだったら、別にジョニーって必要ないので、今、ご自身の状況を、ご自身の状況に合わせて、ジョニーを育成していくのか、ジェイコブを先に育成していくのか、決めていただくのがいいんじゃないかなと思います。では、次にジュリアですね。もう、彼女は強いです。もう、第3世代の目玉ヒーローの一角です。彼女、何が強いかっていうと、もう、エレナと同じで、全部が高スペックなんですよ。まずは、レイジスキル。単体攻撃ではあるんですけども、覚醒後でレイジ回復。しかも、沈黙効果が、これ 100% で発動するんですよ。
あくまでおまけの立ち位置なんですけども、沈黙効果自体、別に強いわけではないです。ただ、おまけでついてくるんだったら、もう話は別なんですよ。これ、チュンと違って、100% 発動っていうのもかなりでかいですし、チュンと違って、相手のレイジスキルを受けたことによって発動するスキルではないので、先にジュリアのスキルを打つことができたら、相手のリーダーのレイジスキルも封じることができます。ここは本当に非常にいい点ですね。で、第2スキルは普通にステータスアップなんですけども、第3がこれ、基本攻撃のダメージ減少 20% と、スキルダメージアップ 17% ですね。これ、レイジが、90% 以上っていう、条件がついてるんですけども、そもそもレイジスキル打つときに、メインでかかってくるのがスキルダメージなので、普通のスキルダメージアップ 17% と同じで、同じように捉えて、問題ないかなと思います。で、第4スキルなんですけども、HP が 40% 増加して、かつ、20% の確率で、増加ダメージを受けないというところで、普通に優秀ですね。結構テクニカルなヒーローが、第3世代以降、増えていってる中で、純粋な火力よりも、相手にデバフをかけたり、自身にバフをかけたりする、っていうのが、多い中で、この、増加したダメージを受けないっていうのは、非常に、地味ではあるんですけども、活躍してくれる、スキルなんじゃないかなと思います。現在では、そこまではこの、第一世代よりは増えてきたんですけども、まだそこまでは、この、バフでバフ多くないと思うんですけども、今後、絶対に増えてくるので、ほんと今後のヒーロー追加次第では、さらに輝いてくれるスキルなんじゃないかなと思います。で、射撃の、射撃ではなくて、この全ヒーローの中で、単体攻撃のヒーローとして見たとき、一番強いのってジュリアなんですよ。ジュリア自体が、そもそも癖のあるヒーローではなくて、非常に使いやすいヒーローではありますので、ぜひ強化していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただ、ここちょっと難しいのが、組ませる相手ですね。まず、チュンとルイ、射撃ヒーローでいたと思うんですけども、ここ、どちらかと、組ませることも一応考えられるんですけど、チュンとルイは、もう最強スキル範囲ダメージアタッカーっていうところで、めちゃめちゃ相性がいいので、なるべく崩したくなくて。で、そうなると、先ほどご紹介した、ジェイコブと一緒に、組み合わせることになるのかなと思います。ただ、ちょっとまだ僕がジュリアをまだ使えてない状態っていうこともあって、検証はちょっとできてないんですけども、覚醒後のジュリア、そして、チュン。チュンは覚醒してなくても、第2スキルがマックスだったらそれでいいんですけども、この組み合わせをすると、まずジュリアのレイジスキルで、3秒間スキルを封印して、じゃあその後に3秒後ですね。で、レイジスキルを相手から撃たれたとしても、チュンの第2スキルの報復の効果で、50% で相手を沈黙にできるんですよ。で、そうなると、相手のアシスタントのレイジスキルが発動する前に、さらに、自分のジュリアの方のレイジスキルを打っていくことができて、結果的にも相手のアシスタントのスキルを発動せずに、こっちの発動させないっていうことができるんじゃないかなと思ってます。そこまでうまくいくかっていう、問題もあったりだとは思うんですけども、複数部隊入り乱れての乱戦だと、味方のジュリアからの、沈黙効果も入っていきますので、相手のスキル発動回数を減らすことも、おそらく可能なのかなと思ってます。本当初心者の方から、上級者の方まで、広く、使っていけて、かつ、もうめちゃめちゃ強いヒーローで、使い方も本当に幅があるヒーローですので、第3世代の中でもうトップクラスに、お勧めできるヒーローなのかなと思ってます。また、ジュリアは、ラッキールーレットから、入手が可能ですので、対抗馬として、チュンが挙げられると思うんですけども、ただ、ここはちょっとまた悩みどころです。チュン自体も全然強いんですよね。
本当に野戦での火力がもう別格なので、ジュリアも強いんですけども、ジュリアの進化を発揮するとなると、この沈黙効果を発動するのに覚醒させなきゃいけないので、どうしても、ジュリアを覚醒させたいヒーローなので。もちろん、チュンも覚醒した方がいいことに変わりはないんですけども、チュンは、1スキルと4スキル。これが上がってれば、もう、火力アタッカーとして全然使っていけるので、そう考えると、組み合わせ的にも、ジュリアを使うには、ジェイコブの育成が、必要不可欠でもありますので、チュンの1スキルと、第4スキルが、まだレベル5になってない方は、チュンを、先に育成していただいて、まあ、どちらもレベル5だけど、まあ、覚醒まで遠い方は、ジュリアを育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、リーダーのヒーローですね。で、このヒーロー、わかりやすく言うと、複数陛下を率いさせるヒーローです。代表的なもので言うと、第一世代の、リーだったり、ピーターだったり、マスタージン。これらが挙げられるかなと思うんですけども、第2世代ではいなくて、第3世代で追加されましたね。で、その第3世代で追加となったのが、このビクターとビアンカです。どちらも非常に強いヒーローなので、早速見ていきたいんですけども、まずは、ビクターから見ていきましょう。で、このビクター、簡単に言うと、火力がある駐屯ヒーローです。これまでの駐屯ヒーローって、代表的なものだと、第2世代のサンダーだったり、第1世代のトム。これらがいたと思うんですけども、サンダーもトムも、正直火力っていうのはもう全然ないんですよ。まあ、トムはまあ少しあるんですけど、もうサンダーはほんとからっきしなので。ただ、今回追加された、ビクターはちゃんと火力があります。あとはスキルダメージ軽減を持っているのも非常に優秀で、今のラリーヒーローって、ルイとか、あとはルイ・ジョニーとか、で、騎兵だったら、ベラスベンとか、挙げられると思うんですけども、それらって基本的にスキルダメージで削っていくのが、メインになるので、このスキルダメージを軽減できるっていうのは非常に有効なのかなと思います。ただ、ビクター、注意が必要なのが、硬くは全然ないんですよ。なので、格上のプレイヤーのラリーから見張り台を守っているとき、そういうときなんかはもうすぐに落とされます。あくまで守りきるっていう前提が、崩れてしまうので、そこはかなり厳しいところなのかなと思います。ただ、弱いというわけではもう全くなくて、彼が進化を発揮するのは、格下のプレイヤーのラリーに対する駐屯です。トム・サンダーで駐屯した時って、どうしても自分より弱いプレイヤーにラリーをされた場合でも、守ることはできても、損耗費という、面で見たときに、こちらの方が消耗が、かなり多くなってしまうので、長期戦すると、結構しんどいんですよ。なぜそうなるかと言いますと、最初にお伝えした通り、トム・サンダー、もう硬いんですけど、もう火力がなさすぎるので、相手に、ダメージを全然与えられずに、結局最終的に見ると、損耗費で、全体が負けてしまうっていうことが、めちゃめちゃ起こります。ただ、今回追加された、ビクターを使えば、格下のプレイヤーの、ラリーが来た時に、損耗費でも、勝つことができるので、そこが非常に、強いところなのかなと思います。ビクターで、火力を確保して、落とされないために、サンダーで回復を確保する。これも非常にありだと思いますし、よほど相手と差がある状態であれば、先ほど射撃ヒーローでお伝えした、ジェイコブですね。彼も少し中東の適性があるヒーローなので、彼と組み合わせるのも面白いのかなと思ってます。このように使い道はあるんですけども、カタツは本当に皆無なので、使うタイミングを間違えてしまうと、速攻で見張り台だったり、大都市を落とされてしまいますので、かなり上級者向けのヒーローなのかなと思います。
で、かけらの入手方法なんですけども、ヒーローシステムの変更が行われる前までは、先行サーバーの方の、トップ司令官で、入手できていたみたいなんですけども、ちょっと今は入手方法がない状態ですね。もう少ししたら、入手方法が出てくると思いますので、気長に待っていただくのがいいんじゃないかなと思います。では、最後にビアンカですね。彼女は強いです。最強のバッファーです。サポート特化にはなるんですけども、もう超優秀です。もう集団戦をするときに、本当に大活躍なんですよ。味方に、攻撃バフと、防御バフと、レイジ回復を、巻くことのできるレイジスキルに加えて、4スキルでシールド効果を付与できるっていうのはもうやばすぎるので、本当にAXE に所属していただいている皆さん、マジで彼女の育成をお願いします。今後、集団戦の鍵を一番握ってるヒーローです。ビアンカ部隊が多ければ、相手の方が強いプレイヤーが多くても、味方の強いプレイヤーの強さを 1.2 倍、1.3 倍にしていくことができますので、状況をひっくり返せます。戦力に関係なく、戦いに大きく貢献できるヒーローなので、ぜひ育成していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、また彼女、誰と組ませるか問題なんですけども、アレクサンダーかトム、このどちらかかなと思ってます。で、まずアレクサンダーなんですけども、アレクサンダー、紫のヒーローなんですけども、同じくバフ効果持ってて、めちゃめちゃ優秀なんですよ。僕もつい先日までは、リーとアレクサンダーで組ませて使ってたくらいなので、完全にバフ要因として割り切った時に非常に相性のいい組み合わせなのかなと思ってます。で、もう一人のトムなんですけども、トムは、このビアンカを使っている時に、どうしても敵から狙われやすくなってしまうので、その対策です。あとは、硬いことに加えて、トムは、火ダメージ減少バフを持ってますので、それは自分自身、そして味方にも巻くことができるので、非常に優秀なのかなと思います。で、またこのビアンカなんですけども、先ほどのビクター同様に、現在入賞法がありません。ヒーローシステムの調整が行われる前までは、先行サーバーのラッキールーレットで入手できていたんですけども、今はちょっと入手方法がない状態ですね。ただ、今後も一切入手方法がないっていうことは、さすがにありえないので、ビクター同様に気長に待っていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、こちらで第3世代ヒーローの解説は以上になるんですけども、これまでよりかなり癖のあるヒーローが多いですね。ただ、ちゃんと強いです。また、第3世代は、覚醒してるかしてないかで、これまで以上に大幅に、強さが変わってくるヒーローが多いので、まんべんなく育成するのではなくて、ちゃんとこのヒーローを、覚醒まで育成すると、決めていただいて、育成していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。また、とりあえず、エレナと、ジュリアと、ビアンカ。この3強はもう確定なので、もう第3世代の中では、この3人をまず、育成していただくのがおすすめです。ただ、おそらく、こう思われた方もいらっしゃるかなと思います。第3世代まで実装されたけど、第1世代、第2世代含めて、結局誰が強いのっていうところですよね。第1世代の、ルイだったり、トム。これらは非常に強いって聞くし、第2世代で言うと、チュンだったりベラ。あとはサンダーですね。このあたりも、結構評価高いけど、じゃあ結局、全ヒーローの中で誰が強いの？誰育てればいいのっていうところですよね。この答え出しましょう。海外の方とかが、ヒーローのティアリスト。各ヒーローを S ランクから、D ランクまで、ランク格付けしたものなんですけども、そちらを今回私も作ってみたので、次回の動画では、そちらを見ながら、どのヒーローが強いのか、全ヒーロー、格付けしていこうかなと思ってます。私自身、このゲームを230日以上やってきて、一応現時点で、日本で2番目にキル数が多いプレイヤーではあるので、
あるんですけども、本当にめちゃめちゃ考えて、作りました。本当にここでめちゃめちゃハードル上げちゃった中ではあるんですけども、それだけ自信のあるものを、今回作りましたので、ぜひ次回からの、ヒーローティアリストシリーズも、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。